先日出した MBTI 動画、F 型と T 型の違いについてね、語ってる動画を先日出して、で、それがね、ありがたいことに、今結構たくさんの方に見てもらってるんですね。私は INTP で T 型なんですけど、F 型の方からいくつかコメントをいただいたんですよ。新しい視点でのコメントをいただいて、すごい勉強になったんですね。F 型の皆さんってこういう考え方するんだ。こういうところに普段から気を配ってるんだなとか。あとは、私のこういう発言とか態度とかが気持ちに寄り添ってくれてないっていう風に感じられてるんだなっていうことを学んだんですね。で、そこから今日に至るまでっていうか昨日の今日の話なんですけど、いろいろ自分なりに考えてみて、自分の行動もね、振り返ってみたりとか、私の周りのね、F 型のたちとのやりとりを思い返してみたりとかして、で、そしたらだんだんとね、私の T 型なりの悩みっていうのも見えてきたんですよね。T 型の気持ちっていうのも、私なりにだんだんとね、言語化ができてきたので、今日は T 型も実はいろいろ悩んでるよっていうことをね、T 型の私目線でお伝えしていきたいなと思って、もしかしたらね、T 型って言ってるけど、これ私だけの悩みかもしれないし、そこはわからないんで、もし T 型の方がね、この動画見て共感してくれたら嬉しいなと思います。でね、そのコメントのとこで言われてたのが、MBTI のね、動画の中での私の発言っていうのが、何々するべきとか、何々した方がいいみたいな、正論ばかりをぶつけてるみたいな、印象をね、与えてしまったというか、F 型の方たちはそういう印象をやっぱり持ったみたいなんですね。例えば、何か不満があったとしてね、F 型の人って、それを伝えないことが多いよねっていう。けど伝えないと何も解決しないし、自分もその嫌な気持ちをずっと抱えていくことになるし、相手も自分が不快な思いをさせてるっていうことに気づけないままでいることになって、問題が解決しないじゃないですか、言ったら。でね、その一番我慢しちゃってるのは F 型の子たちになっちゃうので、伝えないと。っていうので、伝えた方がいいと思うんですよね。みたいな感じの語り口でね、話してたんですよ。そしたら、それが正論なのはわかるけど、こうした方がいいみたいに言い切っちゃうのって、相手の立場とか気持ちとかを想像してなくないですかっていうね。そういう感じの考え方をやっぱりね、F 型の方々はね、するっぽくって、それ言われて確かになぁと。正論は正論としても、気持ちを考えるって大事なことだし、相手の立場を考えたりとか、そういうのも大切なことで、私はそれができてなかったかもしれないなっていうのをね、反省したんですけども、ただね、これ正論だっていう風に言われるというか、実際に正論なのかもしれないし、正論をぶつけてるっていう風にね、受け取られてるかもしれないんですけど、これも言ったら私の考えの一部なんですね。私の意見とか考えの一部であって、それがたまたま正論のように聞こえてしまってたりとか、もしかしたら正論かもしれないし、っていうことなだけであって、私的にはこれは正論を言ってるっていうのじゃなくて、私の考えを共有してるっていう認識なんですよね。ってなった時に、私の考えを伝えただけなのに、感情を想像する余白のない冷たい人間っていう風に思われてしまうわけじゃないですか。自分の意見として正論を言ってるんだけど、それって正論じゃないみたいな。正論ぶつけられても、正論よりも大事なことがあるよ。っていう風にね、言われてしまうことって結構多いと思うんですよね、T 型の人たちは。でもそれって、私の場合はですけど、そう言われちゃうと、私の意見を結局否定というか、これも私の意見の一部なんだけどなみたいな風に思ってしまうんですよね。それがね、ちょっと悲しいなっていう。ここの部分何が言いたいかっていうと、T 型が意見を言った時に、それが正論のように聞こえたりとかするわけですよ。
で、そうすると結構、正論じゃ人は動かないよ。もっと感情に目を向けないと。っていう風に言われることが多いと思うんですね。私の場合は少なくともそういう言葉を何回かもらったことがあって、じゃあ逆に、もし F 型の方がね、この動画見られたら、少しだけ考えてみていただきたいんですけど、F 型の方々が何か正論とは違うけど、気持ちの面に目を向けた意見を伝えたとして、その時に感情論じゃ何も問題は解決しないよって言われたら、どういう気持ちになりますかっていう、そこの部分を少し考えてみていただきたいなって思いました。誰しも自分の意見を伝える権利があるわけでね。ただただ考えを言った結果、冷たい人って思われてしまうっていう。これ T 型あるあるなんじゃないかなと思うんですよね。で、そこに関してね、自覚はしてるので、何かね、意見とか言う時にも、なるべくこれでも圧が出ないようにね、工夫してるつもりではいるんですよ。だし、逆にあなたは私に対して伝えたいことあるとか、何か私に直してほしいところあるとか、なるべくその相手の意見とか気持ちとかも聞こうとする努力はしてるつもりなんですよ、私も。でね、その動画で超 F 型元彼のね、話をしてて、そこの部分のね、切り抜きショートがバズったんですけど、F 型元彼は、私にね、何か直してほしいところあるって聞いても、ないよって毎回言ってて。でね、結局、彼には不満があったわけなんですけど、でもF 型の人は、その本音を伝えるっていうことが結構難しいというか、そこに至るまで、だいぶ信頼関係がね、構築されてからじゃないと、本音をなかなか言えないらしいんですよね。その気持ちもね、わからなくはないんですけども、相手が受け入れてくれるのか心配だったりとかね、するとは思うんですけど。でもこちらはもう言ってくれたら受け入れるよっていう態度を示してるつもりではあるんですけど、でもそれでもね、私の圧がまだ強い感じがするのか、こっちは聞く姿勢を持って接してるつもりなのに、本音を隠されてしまうと、私ってその本音を話していい存在って思われてないんだっていうので、距離を感じちゃうんですよね、その人との。こちらはね、本音を伝えて、その人と真正面から向き合おうとしてるのに、相手からしたら自分はその対象って思われてないんだっていうのはね、虚しい感じがするんですよね。でね、本音をなかなか自分からは伝えられないから、もっと F 型のね、立場とか気持ちをこちら側から察してほしいっていうことだと思うんですけど、でも何も言ってくれないと分かりようがないわけじゃないですか、こっちからしたら。私の場合はね、人の気持ちとか察するのが苦手なタイプなので、時と場合にはよるんですけどね、相手の表情とかが見える環境下だったら察せるんですけど、テキストでのやり取りとか、その元彼とはね、遠距離だったのでずっと。お互い電話も苦手だったので、基本的にテキストでやり取りしてたんですね。そうするとやっぱり相手の空気感とか表情とかが見えないので、気持ちを想像するのが、難しいんですよね、結構。ってなると、やっぱり言ってくれないことには何もわからないわけですよ、こっちからしたら。で、今元彼とは遠距離だったって言ったんですけど、前のね、MBTI の動画でもちらっと言ったんですけど、その元彼っていうのは外国人の方だったので、国際遠距離だったんですね。彼は違う国に住んでて、で、私は日本戻ったりとか、カナダで過ごしたりとか今してて、っていうのでずっと遠距離恋愛してて、MBTI 動画ではね、F 型と T 型のすれ違いについて話してたので、私たちのすれ違いの部分だけをお話ししてるので、皆さんに。それのすれ違いが原因でお別れしたって思ってる方もね、どうやら多いみたいだったんですけど、別れた原因はそこではなくって、違う国に生まれて、それぞれのね、経済状況とかも正直全く違ったんですよ。私たちの人間関係というか、恋人同士の関係がどうのこうの以前に、私たちの置かれてる環境の問題が結構大きくって、
それぞれのね、経済状況だったりとか、物理的な距離の問題だったりとかっていう部分がどうしても解決できない状況だったので、もうそれって生まれた国が違うので結構どうしようもない部分が正直あって。だから仲違いしてお別れしたとかではなくって、関係は続けたいんだけども、続けても全く未来が見えないっていうような状況で、未来が見えない中で付き合っててもお互いストレスを感じてしまっていたので、それだとヘルシーじゃないよね、私たちの関係ってなって、より良い関係にシフトするために恋人としての関係は終わりにしたっていう感じです。お別れした時に、この関係どうしたいっていう話になって、彼の方から友達としてね、関係を続けたいって言ってもらったので、今も良好に関係続けてます。なのでこの動画で彼のことをお話ししてることも彼には伝えてて承認済みです。なのでそこだけご心配なさらず、今もいい関係でやってます。だからこちらからは寄り添う姿勢を見せてる、いろいろ言ってくれていいよ、ウェルカムだよっていうのを態度で示してるつもりなんですけど、本音を隠されてしまう。で、察しては欲しい。私たち T 型が苦手な分野である気持ちを察するっていうことまで、そこまで期待されてしまうと、ちょっとしんどいなっていうのがね、正直思うんですよね。こっちがね、十分な気遣いとか思いやりとかっていうのを示せてないのが、悪いんですけど、でも苦手分野なんですよ、それって私たちの。F 型、T 型っていうか、それぞれね、MBTI に関わらず、誰しも得意なことと不得意なことがあるわけで、でね、T 型の人たちの傾向としてはね、そういう気持ちに寄り添うとか、気持ちを読み取るとかね、察するみたいな。そういうことは割かし多分苦手分野になってる傾向が高いと思うんですね。だから人間関係において思いやりとかね、そういうことが大事なのはすごくわかるというか理解してるんですけど、苦手なことは苦手なんですよね。で、こっちもだから苦手なりにも努力はしてるつもりなんですよ。で、例えばね、メッセージとかでも T 型の人とね話すときはもう私は全然気を使わずに、もう絵文字とかも全然つけずに、もう本当に思ったこともうポンポンポンって送ってるだけなんですけど、F 型の人たちと話すときはね、やっぱり冷たく聞こえないようにとか、あれ前の動画とかでも言ってるんですけど、私も元 F 型なので、メッセージ受け取った時の絵文字とかがね、何もついてなかったりして、本当にシンプルなメッセージだけ送られてきたら、この人の感情が見えない、怖いってなる気持ちは、私もわかるんですよ、それは。もともと F 型時代にそうだったのでね。今は、そういうシンプルなメッセージが送られてきても、この人はこういう人だからね、で終わるし、そもそも要点が伝わってるからいいやってなるんですけど、もうそれがそういう冷たいとか怖いって感じる気持ちも理解はできるんですね。で、だから F 型の人たちとテキストとかでね、やり取りするときは、なるべく絵文字とかもね、使う努力をしてる。冷たくならないように、やっぱりその怖いって思われたくはないので、私も。私だって人間なのでね、T 型も人間なんですよ。だから嫌われたくはないし、極力。冷たいとか怖いとかっていう風に思われたくはないわけですよ。だしね、相手にもね、そういう嫌な気持ちになってほしくないから、より良いコミュニケーションを取るために、苦手なことだけど頑張って、フレンドリーな感じ、冷たい印象を与えないような文面とか、言葉遣いとか、語尾の一文字、ねーにするかよーにするかとかまですごい考えて、文章を打ってるわけですね。けど、そこまでしても、やっぱり F 型の人たちのね、感受性、汲み取り能力ってもう凄まじいので、そこまでしてもやっぱりその裏に隠された本心というかね、気持ちっていうのを汲み取れるらしいんですよね。だから本当はちょっとイライラしてるんだけど、喧嘩腰にならないように絵文字とかつけて送るとするじゃないですか、メッセージ。そういう場合 F 型の方たちってやっぱ気づくらしいんですよね。この人本当はイライラしてるけど、絵文字とかつけとけば大丈夫っしょって思ってるんだろうなみたいなのがね、分かってしまうらしいんですよね、どうやら。すごいですよね、そこまで汲み取る力があるっていうのはね、やっぱり。実際ね、私のその元彼とかも、私が気分落ちてる時とか、ちょっと嫌なことがあった時とかっていうのは、その私たち基本テキストだけでやり取りしてたって言いましたけど、気づくんですよね、私の文面から。
で、何かあったとか、僕悪いことしちゃったみたいなのを聞いてきたりとかしてて、そういうことがね、もう何度もあったので、やっぱりね、F 型の方たちのね、そういう汲み取り力はすごいなと思うんですけど、T 型の私の意見としてね、言わせてもらうと、それでもこっちは T 型なりの精一杯を出してるわけですね。なるべくきつくならないように。それは F 型の方たちのね、特性を理解してるから嫌な気持ちにね、お互いならないように T 型なりに精一杯の努力をしてるんですけど、F 型の方たちのね、汲み取り能力がそれを上回ってくるので、だからこちらがそうやって努力しても、それでも圧があるっていう風に言われてしまうんですよね。で、そうなるとね、もう、じゃあどうしたらいいのっていう。どうしたらいいかわかんないんですよね、正直。これ以上何ができるみたいな。そこがね、難しい。とはいえね、私、友達ほとんど F 型なんですよ。特にね、NF の子が多いんですけど、元彼もめちゃくちゃ F 型みたいなタイプで、遡った元々彼とかもね、F 型なんですよ。だから私自身 F 型の柔らかい雰囲気とか何でも受け入れてくれそうな共感力の高さっていうのはすごい尊敬してるし、実際ね、私自身がなんかしんどいなって感じたりとか、私結構考えすぎて闇モード入ることもあるんですけど、そういうしんどかったりちょっとメンタルが弱ってる時に話を聞いてほしいなって思うのは T 型じゃなくて F 型の友達たちなんですね。これT 型を否定してるわけでもないんですけど、そういう時には F 型の子たちの方がやっぱりね、感情的なサポートにおいてはやっぱりすごくね、長けているなって思うので、そういう時は F 型の人たちの優しさとか共感力とかおおらかさみたいなのにね、すごい助けられるんですよね。なんだけど、やっぱり F 型と T 型ってもう根本的に考え方から違うので、コミュニケーションがやっぱりストレートに進まないんですよね。っていう風に私は感じるんですよ。T 型同士だったらやっぱりもういきなり本題に入る。無駄なことは極力省いて、もう伝えたいことをストレートに伝える。っていうコミュニケーションスタイルが多分 T 型が取る傾向にあると思うんですけど、それでいけるので、私も T 型なんでね、楽っちゃ楽なんですよね。全然言い方とかにも気をつけなくていいし、いきなりもう言いたいことズバって言って、で、相手も別にね、それをそのままスッと受け取ってくれて、もう傷ついたみたいにはならないので。けどやっぱり F 型のたちとコミュニケーション取るってなると、それではやっぱりまずいわけですよね。だからいろいろ伝え方気にしたり、言い回しに気をつけたりとか、あとはその相手の子がね、本当にもうこれ以上言いたいことがないかなみたいな、その本心をこっちから探りに行ってあげるっていう。しかも圧が強くならないようにね、やんわりやんわりと気持ちに配慮しながら、こちらから察して聞き出していってっていうことをする必要があるわけじゃないですか。そうなるとね、私としては結構もどかしさを感じる時もあって、正直。だし、そこまでしてでも、やっぱり誤解が生じるんですよね。分かり合えないことって多くて。何かね、F 型の子たちがね、困ってた時に相談事をされたとするじゃないですか。こっちは、とにかく助けになりたいっていう気持ちで、アドバイスをするんですけど、じゃあこうしたらいいんじゃない？こういうやり方あるよ、みたいな。そうすると F 型の方たちはね、どう思うかっていうと、ちゃんとこっちの話聞いてくれてない。共感してくれてない。私はただ話を聞いてほしかっただけで、気持ちに寄り添って自分の本音みたいなところをね、深掘ってほしかっただけなのに、そこのステップをね、すっ飛ばして、いきなりもうアドバイスをされた。私に寄り添ってくれてないっていう風におそらく感じるんだと思うんですよね。違ったら F 型の方、コメントでね、こうこうこうだよって教えてほしいんですけど、っていう感じで、こっちがどれだけね、コミュニケーションで気を使って努力をしても、やっぱり誤解っていうのはね、100% なくすことはできないんですよね。で、そうすると T 型としてもね、そのことに結構エネルギーを消費しちゃうっていうこともあるんですよね。でも、そう、F 型の方たちにね、分かっておいていただきたいなって思うのが、T 型も T 型なりに伝え方とかいろいろ葛藤してるし、試行錯誤してるし、アドバイスをしてしまったりとかね、いきなり私の考えをドーンってね、
言われたりとかするっていうのは、F 型の方たちにとってはね、私たちの気持ちに寄り添ってくれてないとか、背景も想像しようとしてくれたみたいな感じで思われてしまうと思うんですけど、でもこれも T 型なりのね、その子のためになってあげたいとか、悩みを解決してあげたいとか、ちょっとでもその選択肢を増やしてあげたいっていう気持ちで意見だったり伝えてるんですよね。そう。だから、これも T 型なりに寄り添おうとした結果そうなってしまってるっていうことなんですよね。残念なことに。だからその F 型の方たちがその気持ちの面を大事にしてると思うんですけど、T 型も T 型なりの思いやり、その人のためになると思ってたりとか、T 型なりの最善を尽くしてるし、こちらもこちらでね、結構葛藤だったり、努力とかをしてるんだよ。T 型も悩んでることはあるし、どうやってコミュニケーション取ろうっていう、そこは探り探りでやってるんだよっていう T 型サイドのね、状況っていうのにも少し目を向けてもらえたら嬉しいなってすごい思うんですよね。T 型の方たちにはね、これ共感してくれたら嬉しいなって思うし、F 型の方たちにはね、T 型も実はこういうことで悩んでたりしてるよっていうのをちょっとシェアしたいなと思って動画にしてみました。またね、皆さんの意見とかすごい気になるので、ぜひぜひ T 型の方も F 型の方もね、コメントしていただけたら、コメント欄でもね、そのお互いへの理解が深まるかなって思うので、ぜひぜひ思ったことあったらコメントよろしくお願いします。では。